江戸の町に姿なき怪盗が徴領し、豪商や武家の屋敷を荒らし回った。しかも賊は平然として人の命を奪う凶悪さで、奉行所の厳重な警戒を嘲笑うかのごとく。その行動は神出鬼没を極め、被害は日々に増えている。いよいよ鬼ヶ島へ上陸です。悪い鬼ども、計算計算。桃太郎は叫びます。ガラ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 。そこで突然崖の上からこんなでっかい岩が降ってきた。さあ不意打ちです。どん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 。こわっぱ桃太郎、者どもやっちゃう。しかし桃太郎さん負けちゃいません。悪い鬼どもをバッタバッタと巻い倒す。勇者の生地も力を合わせて鬼ども、お人形がないからおじさんがやっちゃうぞ。犬は噛みつき、猿はガーッと引っかいて、キジマといえば自慢のくちばしでもってダーッと目をつつけ、あいたたたた。さすがの鬼の大将。桃太郎さん、勘弁してください。もう今後一切悪いことはいたしませんから。金銀財宝の宝物を差し出して謝りました。今日はこれでおしまい。はい、おいしい飴が一文だよ。さあ、買った買った買った。はいはいはい、ありがとう、はい、ありがとうありがとう、はい、ありがとう。はい、あ、お足落っこっちゃったね。おじさん、明日も来てね。明日はね、お、浦島太郎のお話だ。はいはいはい、どうもありがとう。お足がないのか。そうか。よし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 。よし、これもあげるからな。いいや。どうもありがとうございます。全部売れたんですか。一本残らずな。よかった。それじゃ何かお祝いをしなくちゃ。うんとごちそうを並べてお酒も一本つけましょうか。いや、それがそうはいかねえんだよ。実はね、銭がぴったりなんだよ。ぴったり合えばいいんでしょ。いや、つまり仕入れた元の値段とぴったりなんだよ。運転まさか仕入れた値でそのまま売ったんじゃないでしょ。バカにしちゃいけないよ。いくら俺でもそんなことしないよ。3本につき2文で仕入れて、ちゃんと1本1文で売ってる。それなら儲けがあるはずでしょ。ところがな、どこ行ってもさ、大勢子供のいる中には必ず飴買いたくても銭がない子がさ、1人や2人はいるんだよ。それじゃ運転さんはそんな子にただで飴を。しょうがないだろ。その子たちの気持ちになってみろよ。俺のこの売ってる飴はね、もうこれがもう一口舐めるともう忘れられないのよな。何言ってんのよ。そんなこと言ってたら商売にならないでしょう。その通りだな。困ったもんだよ。あ、例のさ、
飯と味噌汁のやつ持ってきてよ。これは？ちょっと待て。俺が頼んだのは飯と味噌汁だけだぞ。おじさんのおごりですって。大勢の客の中にはおかずを倹約する人が1人や2人はいるんでね。いやだからってタダで飯食わしたらそれこそ商売上がったりじゃないか。何言ってんの、自分のこと棚にあげて。あ、そうか。人のことは言えんな。すまん。親父、遠慮なくごちそうになるぞ。はい、いいよ。いらっしゃいませ。いらっしゃいまし。主様。どうだ、飴は繁盛しているか。まあなんとか。それが運転さんたら飴を買えない子にタダで。さあよしなよ。お前らしいな。しかしそれでは商売にはなるまい。どうもこの世の中は難しいですな。忍者を廃業したらその日から一人の平凡な人間として生きていけると思ったんですが、でも見通しが甘かったようで。人間生まれ変わるということは大変なことだ。後悔しているのか、忍者を辞めたことを。とんでもございません。これぐらいのことじゃくじけません。闇の七兵衛。今をときめく我が年寄堀木佐渡守の屋敷。七兵衛が何のために江戸を騒がせている賊の正体は。遅い。かれこれ二時以上も待たせるとは、いかに若年寄りとはいえ無礼千万だ。今日こそは何としても事の決着をつけて帰るぞ。待たせたな。で用というのは？他ではござらぬ。先頃お貸し申した拙者の家の系図、直ちにお返しいただきたい。系図？一体何の話かとんとわからんが。これはしたり去年の春でござった。お供屋の先祖の実績を調べる参考にとたってのお申し越しで拙者の家の系図をお貸し申した。各有秋山宗右衛門、旗本直参としては300石の昇進ながら、その先祖は神君家康公の数代も以前より幾多の戦場で功名を立てたやり一つに武門の家柄でござるぞ。その系図すでに何回となく催促に伺ったが、ご家来衆は言を左右にして一向に太刀が飽きもさん。はて、わしはお主の家の系図を借りた覚えなどはない。何かの間違いではないか。佐渡守殿。系図、それは門閥家柄を重んずる封建社会においては極めて重要な意味を持ち、名誉と立身出世のために格べからざるものであった。したがって系図を盗み偽造することもまたしばしば行われたのである。読めた。お手前は秋山家の系図を横取りなさるつもりで。黙れ、貧乏旗本の無罪で。よいか、二度とそのような根も葉もないことを申すとためにならんぞ。
これ以上問答は無益。ご公儀評定所へ訴え出て国脈を争いもそう。ごめん。おいこれが頑固な石頭にも困ったものでございます。殿のお気持ちを汲んで取り入れれば損はないものを。そんな可愛げのあるやつなら今頃300石でおるまい。七兵衛、盗賊になり果てていたのか。己の欲望のままに金銀をかすめ平然として人の命を奪う。元は同じ忍者でありながら貴様と運天とでは人間の敵に天と地ほどの隔たりがあるようだ。七兵衛、貴様がさらに非道を繰り返すならばその時は切る。貴様たちは佐渡の神のご女性つかまつる。お断りしよう。何？おいたりとはいえ秋山宗園、まだまだこんなへなちょこどもに遅れは取らんぞ。そうか。ではご存分に。手出しは無用と言ったはずだ。久しぶりに胸のすくような働きを見せようと楽しみにしておったもの。余計なことをしたかもしれん。詫びねばなるまい。旦那様！旦那様！鈴江、何事だ。どうしてこんなところへ。あまりにお帰りが遅いので、万が一佐渡の神様のお屋敷で間違いでもあったのかと思い、いても立ってもられませず。バカめ、こんなことがうろたえて出しまるとは何たることだ。申し訳ございませぬ。旦那様、これは。構わん、峰打ちだ。放っておけ。はい。もしや父がご助力をいただいたのでは。いや、せっかくの楽しみの邪魔をしたと叱られたところだ。ではまたれ。貴殿の名。浪人秋月六郎太、この場限り聞き捨てにしていただく。一献傾けたくなった。屋敷まで堂々願いたい。断ると申した。
刀にかけても連れて行く。父上、それではあまりに。女子供が口出しすることではない。男同士の話だ。そなたの父上は大層なへそ曲がりと見える。そうでなければ今頃は何千石のご大臣だ。秋山宗右衛門、伊達に貧乏しているわけではないわい。さあ。撃ち漏らしたと。申し訳ございません。思わぬ邪魔者が入りましたと。邪魔者？は、何者とも知れん浪人でございますが、あの老いぼれは改めて必ず。それどころではないわ。ケツが盗まれたわ。何やつが。わからん。わしの異例の出世ぶりを妬み、家柄のないことを種にとかくの陰口を聞くやつがおる。わしはケツが欲しい。何としても手に入れるんだ。堀木佐渡守が秋山家の系図を？そうだ。貸してくれというのは口実で、初めから騙し取る魂胆だったんだ。おそらくそうでござろう。中身のない人間に限って家柄や氏筋で上辺を飾り立て箔をつけようとするものらしい。佐渡守は上様のご寵愛を被った血ご上がりだ。徳川も三代、太平の御代ともなるとあんな得体の知れないようなやつがのさばってくる。戦場で命を的にして徳川の礎を築いた者はみんな忘れ去られ邪魔者扱いだ。さあさあ鈴江、もっと秋月うちにお勧めしてくれ。いや、私はもう十分にいただきました。何を言う。さあもっと過ごしてくれ。久しぶりで今日はいい気持ちで酔った。ちょっとしばらく横にさせてもらうぞ。父上。秋月うち、今夜は泊まってってください。帰ってはならんぞ。口では強がりを申しますが、父も老いたのでございましょうか。この頃はお酒を過ごしますとすぐにこのように。秋月様、父を助けていただきまして本当にありがとうございました。改めてお礼を申し上げます。それに父はこのような性分でございますので、さぞご不快に思われたことでしょうが。その気遣いは無用だ。父上も申された。これは男同士の気持ちとな。ではこれで失礼しよう。秋月様、お願いでございます。お住まいをお教えくださいまし。父に叱られますので。定まった住まいはないが、運転という子供相手の飴屋がいる。その男に聞けばわかる。子供相手の飴屋でございますか。心のまっすぐないい男だ。それから系図のこと、評定所へ訴えてもおそらく佐渡守が手を回すだろう。しばらく私に時を貸してもらいたい。では。おじさん、お醤油すぐに届けてくれるそうです。ご苦労さん。噂を聞いたんですけど、例の族が捕まったんですって。ついに間違った。お奉行所へ運ばれるところだと言って大勢の人がかけていきました。それはよかった。
これでお金持ちやお大名屋敷の人たちも枕を高くして眠れるだろうよ。そうですね。何でも盗んだ小判の中に目印の刻印を打ったのがあって、それを使ったのが手がかりになったんだそうです。悪いことはできねえもんだな。あれほど世の中を騒がした凄腕の盗人でもその小さなことで身を滅ぼすんだ。打ち首になるんでしょうね。それとも貼り付けか。あの闇の七兵衛が。江戸を荒らし回っていた盗賊は七兵衛だったんだ。とっつぁん、甲賀忍者が使っている忍び笛ってのは知ってるか？ああ、話に聞くだけはな。だがそれを自在にこなせる忍者は多くはいないだろう。普通上下4本の親知らずを抜き取って笛を仕込んだ歯をはめ込む。それを外して虫の音や鳥の声を吹き上げる。そしてその音色がそれぞれ意味を持った言葉になってるんだ。七兵衛がそれを？しかも奴は両手縛られたまま口の中だけでそれやってのけた。誰の耳にもウグイスの声と聞こえたろうが、あれは明らかに俺に対する言葉だった。その言葉の意味は？運転、お前見込んで最後の頼みだ。どうしても子供に渡したいものがあるって。あの野郎そう言いやがった。おめえまさかどうやい？今夜行く。運転さん、あの人はずっと私たちの敵でした。あなたも何度となく煮えようを飲まされたではありませんか。佐坂さんの言う通りだよ。だがな、俺と七兵衛は伊賀と甲賀の差こそあれ戦乱の世の中命を懸けて生きてきた仲なんだ。忍者として生きてきた者がこの平和な世の中で平凡な人間として生きていくことがどんなに難しいことか、俺は身に染みて分かってるつもりだ。運転さん、あなたはまた忍者に戻るのですか？どんなに辛くともくじけないって秋月様と約束したのに。そうじゃねえんだよ。それならなぜ？佐々木さん、七兵衛の罪は憎んでも憎みきれん。しかしあいつは死ぬんだよ。死ぬあいつの最後の頼みなんだ。しかも子供には何の罪もない。運転さん、あるい様が来たら言ってくれ。運転は忍者に戻るためじゃなくて、今度こそきっぱりと忍者に決別するために最後の忍びに行くとな。運転さん。どうした？秋月様、運転さんが。殿、町奉行飯野和恵の神様より家中の書面にござります。
おい、そのお奉行に何を申し上げたのだ。一体何を企んでるんだ。下っ端役人には分からん。私はどうしても七兵衛という人が信じられないんです。何か罠があるような気がして。おそらくな、捕まってもそのまま切られるようなやつではない。蛇のような執念で自分が助かるためにはどんな汚い手でも使うだろう。運転もそれは知っているはずだ。それでも行かずにはおれない。自分の敵であっても心底から憎めない。運転とはそういう男だ。おじさん、奉行所のあたりをちょっと見てきました。そうか、とっつぁんも昔は。ええ、忍者にはなりきれなかった中途半端な男ですよ。で、運転さんは？中へ入った様子はないな。行くとしたら、晩からだろうな。ただどうも雲行きがおかしいんだ。どうした？立派なその大名らしい人が門の中に入りましたので、それとなく門番に当たってみましたら、若年寄りの堀木佐渡の神様。堀木佐渡の神が奉行所へ。そうか、あの時七兵衛が系図を盗んでいたとしたら、一方佐渡の神は系図を手に入れるためには手段を選ぶのだ。書面にもしたためましたる通り、本庁捕獲いたしましたる七兵衛と申す盗賊はぜひとも佐渡の神様にお目通りしたいと願い出まして、まこと奇怪なる申し状ゆえ一義に及ばず跳ねつけましたるところ、お預かりしている系図一貫お返しすると申せば必ずご承知くださるはずと。分かった。施設のところへ案内せい。佐渡の神様、風の神言われた通りにすることだ。わしはやがて老中職にもつこう。悪いようにはせん。は。下がっておれ。貴様がケースを持っているというのは偽りではあるまいな。もとよりお渡しする条件は手前を解き放すことでござる。あなた様にとっても悪い取引ではないはず。手前を殺しては系図は永遠の闇に葬られることになりますぞ。このものを出してやれ。は。しかしながらそれはあまりにも。風の神、言われた通りにせよと言ったはずだぞ。は。お奉行、何も心配はござらん。手前の仲間がやがて牢を破りにここへ来るはず。何？実はその者こそ賊の首領。手前はただその命ずるままに手足となったに過ぎません。そやつを捕らえて処刑すればお奉行の功名となり、世間もまた十分に納得いたす。お奉行、なりません。こやつを捕らえるために我々がいかに苦労したか。今朝寝込みを襲った時も私の配下が3人も死んだのです。己出過ぎた吉祥。さあ出せ。は。おい。ああ。警察はどこにある。さあ案内せい。案内するまでもござらん。
運転さん、死なないで。七兵衛。運転、もはや逃れられん。この者こそ江戸を荒らし、何人もの命を奪った賊の首魁でござるぞ。貴様、そこまで性根が腐り果てたか。子供のことは嘘だったのか。子供などいるわけがない。甘いぞ運転。忍者の第一の心得は人を信じないことだ。仲間も味方も雇い主さえもな、信ずる者はただ一つ、己の技と術だけだ。急げ。待て。おじさん、待て。この場は俺に任せて使命を終え。おじさん、急げ。はっ。殿、あいつが秋山の老いぼれを助けた浪人者です。切り捨て。貴様が堀木佐渡守か。将軍のご主任直となり、権力を重に横車を押す乾物。許せん。佐渡守、どうやら貴様の私利私欲のための非道な振る舞いはあまねく知れ渡っていると見えるな。かかれ。かからんか。何をしとるか。切り捨て。いや。運転、俺たちは共に忍者の子として生まれ、その時から人間らしい感情も欲望も一切捨てて、ただ忍びと盗みと人殺しのための道具として育てられた。戦のなくなった今、そんな俺たちに何ができると思うんだ。権力の番犬か、さもなければ一匹狼だ。俺は一匹狼の方を選んだ。だがな、
それはお前が犯した罪の言い訳にはならんぞ。人の心を裏切ってもいいという言い訳にもならん。いや、俺はただ忍者の悲しさってものを言いたかったんだ。そんなことは貴様に言われんでも。もういい。未練はよそう。俺は負けたんだ。さあやってくれ。共に戦ったお前に殺されるなら本望だ。俺は本当はお前が羨ましかったんだ。一文二文のしがない商いでもお前には希望があった。心から信じ合える人たちがあったものな。七兵衛、主殿、傷はどうだ？大丈夫です。それより七兵衛が死にました。で、七兵衛と共に忍者だった運転は死んだ。今日からは新しい運転が誕生するのだ。主殿、運転さん、運転さん、あの声が聞こえるか？ただひたすらお前の無事を祈っていたいじらしい女の心がわかるか？これからのお前の仕事は一人の女の幸せを守ってやることだ。私には何も。お父上のお帰りかしら。ごへん。お嬢様。
秋月六郎太は流れる川音に春の声を聞いた。しかしそれは己が運命との厳しい対決への予感であるかもしれない。秋月六郎太は古剣を抱いて今日も歩み続ける。次は運命峠最終回。追われる一人の若者を六郎太と運天がかくまったが、その若者が持つ異国の書物に書かれて地産地水の教えは万民のために開かれるか。徳川の権力政策を問うべく六郎太は一人将軍家光と対決。同じ血を分けた兄弟が一つの道を歩めぬ宿命を知った六郎太は武蔵野を後に幼なじみの娘と二人運天笹香にも別れを告げ、運命峠を目指して旅立っていく。最終回、葵の血の色にご期待ください。